こんにちは。本日は、シェアオフィスを活用するコストの圧縮法というところについてご説明させていただきたいと思います。まずですね、シェアオフィスと通常オフィスのコスト比較というところと、なぜ、シェアオフィスに行くとコスト圧縮が可能なのかという2点目で、3点目が、コスト圧縮ができるけどいいとこだらけじゃなくてデメリットがありますよという3点についてご説明をさせていただきたいなと思っています。そもそも最近ですね、シェアオフィスやレンタルオフィスといったところに移転をしますよなんて話がよくあるので、ここのご説明とどんなところにメリットデメリットがあるのかなというのは話ができればなと思ってます。まずですね、シェアオフィスと通常オフィスのコスト比較をした時のポイントが2点あります。一つはですね、シェアオフィスは、初期のコストは安いんですけども、長期的に見ると割高かななんていう話があります。もう一つ、普通の一般の賃貸オフィスというのは初期のコストはですね、やっぱり比較的高くなっちゃうんですけども、長期的に見ると、安く、使うことができるかなという話があります。で、まず第一にですね、その初期コストで見ると圧倒的にシェアオフィスが安くなるんですけれども、これは口述するんですけれども、敷金とかいわゆる保証金なんていうものが、結構安いですというのがポイントになります。もともとシェアオフィスというのはですね、スタートアップの企業さんや立ち上げ期の会社さんが1名や2名で借りられるようにというふうに設計されてたものなんで、コストが安く入居してある程度人が大きくなっていったら一般のオフィスに移っていきましょうねみたいな流れがあるんですけども、今はちょうどですね、働き方が多様化する時期なので、そんなにもう常駐する人がいなくていいよみたいな企業にとってはシェアオフィスを使うというのも結構メリットになるんじゃないかななんていう話があります。ではですね、じゃあなぜコストの圧縮が可能なのかっていう話になるんですけど、ここはですね、3個ポイントがありまして、先ほど申し上げたようにですね、保証金や敷金が賃貸のオフィスに比べて安いことと、あと内装のですね準備が不要というところと、3つ目に机とか重機も備え付けのものがありますよなんていうところがポイントになります。さっきお伝えしたように保証金とか敷金は大体シェアオフィスだと1ヶ月とか2ヶ月入れればいいですというところがあります。それに比較して賃貸オフィスというのは少なくとも6ヶ月から長いものだと12ヶ月かかってしまうので、ここがもうどうしても初期コストとしてドンとかかってしまうところです。で、その他にはですね、賃貸のオフィスの場合は内装を作り込んだりですとか、インターネット回線や電気の引き込みですとか、そういう準備もですね時間もかかってしまうので、すぐに移転したいよっていう人にとってみると時間とお金がかかるなんてところが、普通の一般オフィスを借りる方がどうしてもこのコスト面で高くなっちゃうなっていうところがポイントになってます。なるほど、じゃあもうコスト圧縮するんだったらシェアオフィスがいいんかっていう話になってしまうと思うんですけども、実はやっぱりここにもデメリットがありまして、よく僕らもお客様内見でこんなシェアオフィスがありますよとかレンタルオフィスありますよとお見せするんですけども、占有する面積はですねギュッと狭くなってしまうものが多いです。大体机と椅子と人数分のものがあって、あとコピー機を置いたら結構ぎゅうぎゅう詰めかなというところがあるので、思ったより内見するとちょっと結構あれですね、圧迫感ありますねなんてことを言われます。で、次がですね、プライベート性はやっぱ若干薄くなってしまう。1社につきその専用の区画があるにせよ、他の方たちも出入りがあったりするので、例えば共有のコピー機に大事な書類を置き忘れてしまったという時に他の会社の方の目に触れてしまったりすることがなくはないので、この辺りを気を使わなきゃいけないななんていうところも、シェアオフィスレンタルオフィスならではの悩みどころかなと思います。で、もう最後が3ポイント目があるんですけれども、多分今普通の一般オフィスを借りている方が想像するに、椅子があったりロッカーがあったりコピー機があったりすると思うんですけども、実はシェアオフィスはこういうのをですね共同で使える分、人数分のものしかですねスペースがなかったりするので、いくつかですね重機などの資産を処分したりしなければいけないというところがあります。なのでここからシェアオフィスに移動しようと思った時に、今ある椅子や机を全部持っていくことはできません。当然人数が少なかったらできるんですけれども、なので移動する際には今ある資産を整理しなきゃいけないというところがポイントになってしまいます。なので、いいところもたくさんあるんですけれども、この辺りがしっかりマッチする会社であればシェアオフィスを活用したコスト圧縮というのは結構、できると思います。ただしやっぱり今あるものを大事に長く使いたいよとか、新しいものを買ってしまったよみたいな話がある場合は、やはり普通の賃貸オフィスを借りてそこで長く使われるっていうところも長期的な目線では良かったりするかなというところがあるので、この辺りをですね自分たちの皆様の会社さんがどういうふうに使ったらいいかというのを一生懸命考えて最適な移転先を探すのがよろしいのかなと思っております。以上、今回はシェアオフィスを活用するコスト圧縮法の説明でした。ありがとうございます。